こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとは、トレンドの最先端を行くインタビュー医のこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回はともみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらじゃあともみさんについて自己紹介をお願いします。はい、はじめまして、ともみと申します。今は不動産関係の会社で働いていまして、会社のコーポレート業務だったりとか、あとは会社で運営しているシェアオフィスのマネージャーをしています。去年まではシェアハウスに住んでいまして、ちゃんとした一人暮らしは今年から始めた形になります。まだお部屋作りの途中といった形なんですけれども、ぜひ楽しんで見ていただけたら嬉しいです。本日はよろしくお願いします。お願いします。ということで今回紹介していただくこちらのご自宅が、1K ですね、はい、1K の31畳ぐらいのお部屋になります。はい、ということで、このなんかお部屋をこう選んだ決め手というか、なんかそういうのあるんですか？はい、窓から見える緑がすごく素敵で、そこが一番の決め手です。あと一人暮らしにしては1K ですごく洋室部分が広い物件だったので、それも決め手の一つですね。はい、ということで、かなりこの物件自体の多分ポテンシャルも高いと思うんですけど、あとは多分家具もかなりこだわって多分選んでらっしゃると思うので、そのあたりのお話詳しくお伺いできればなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速リビングを紹介していただきたいなと思うので、中に案内してもらってもよろしいですか？はい、ご案内します。失礼します。後ろの緑がすごい強烈にインパクトありますね。そうですね、緑がすごい晴れてると特に綺麗で、はい。ということで、じゃあまずこのお部屋のなんかコンセプトやこだわったポイントがあればお聞きしたいんですけど、どんなところにこだわりましたか？こちらのお部屋のコンセプトが自然とつながるインテリアっていうのを意識していまして、窓から見える緑がすごい綺麗なお部屋なので、その緑を遮らないような、インテリアのレイアウトにするようにしていまして、あとはダイニングテーブルを真ん中に置くことで自然を見ながら食事とかができたりするようなインテリアにしています。ということで、じゃあちょっと順番に家具のお話も聞いていきたいなと思うんですけど、ここはどんなことをするスペースなんですか？こちらのスペースがお香を楽しみながらこのパーソナルチェアに座ってゆっくりできるようなスペースになります。じゃあちょっとこの椅子からお尋ねしたいんですけど、これはどちらのブランドのアイテムですか？こちらの椅子がですね、IKEA で購入したパーソナルチェアになりまして、ワイヤーの素材なのですごいビビッドなオレンジなんですけれども、そこまで主張しすぎないというか、そういったところが気に入っています。これなんか結構新作というか、新しめのあれですよね。そうですね。で、上にこういう白いクッションとかこういうのを置くことでオレンジを主張させないように調和しているような感じにしています。どうですか、普段座り心地とかはいかがですか？正直ちょっとワイヤーなので硬くてそこまで出番はないんですけれど、座る時はこんな感じで椅子みたいな感じにして、もうどっちも引いちゃう。そうですね、こうすると結構座り心地が良かったりはするので、こんな感じで使うことが多いんですけれども、来客がある時はこんな感じで立ててあげると見た目が可愛いので、こういう風にしています。で、そのお隣にお香のこのスペースというか、そうですね、ここが一応お香のスペースになりまして、お香を置いてるスツールはスツール60ですね、アルテックの黒のリノリウムのものになりまして、で上にお香のグッズとかを置いているような形ですね。お香も結構珍しいというか、あんまり皆さん持ってないお香を使われてたりする気が。そうですね、皆さんがそんなに使ってないやつかもしれないんですけれども、これが友達に教えてもらったんですけれども、リスンっていうブランドのものになりまして、100種類以上の種類から自分の好きなお香を1本ずつの単位から買えるようなものになりまして、こちらが結構お気に入りで、自分の好きな香りのものを5本とかずつぐらいで購入して結構愛用しているものになります。もう一個のお香はもう一個のお香の方がフランスのアスティエ・ド・ビラットっていうブランドのものになりまして、結構お高めのお香なんですけれども、これは淡路っていう香りになりまして、流木とかの香りとかのものなんですけれども、すごい神聖な気持ちになるというか、ちょっと贅沢したい時とかに使ってるお香になります。なんか他の都市の名前でいろいろ販売されてるんでしたっけ？そうですねとか、そうですね、オペラっていうフランスのオペラ座をイメージした香りのがあったりとか、そういうのが結構多いですね。はい、わかりました。
あとはじゃあまたそのお隣、はい、このポスターとかあとバスケットについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはじゃあまずポスターからちょっとお聞きしてもいいですか？はい、このポスターが、確か北参道とか外苑前あたりにあるボブズボックスさんっていうインテリアショップがありまして、そちらで北欧のアートの特集をしていた時に購入したもので、この額縁も本来は別のお店で買おうかなっていうふうに思っていたんですけれども、すごくウッドの色味が素敵だったので、そちらで購入したものになります。すごいいい色ですね、このフレーム。そうですね、なかなか新品だとこの色味のものが見ないですよね。そうですね、ないのでこちらを選びました。でそのお隣のこのバスケットもすごい素敵なデザインですね。そうですね、このバスケットが混乱ショップで購入したものになりまして、どこかから帰ってきた時のバッグ入れとか、あとはあんまり見えたくないような本とかを置いたりするのに使うんですけれども、ただ見た目が可愛いのでこんな感じでオブジェの一部として使ったりすることもありますね。わかりました。あとはじゃあこちら今度この多分お部屋のメインになってるだろう、そうですね、ダイニングスペースって言ったらいいんですか？はい、ちょっとこちらのお話を聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあこちらの上にあるペンダントライトからちょっとお聞きしてもよろしいですか？はい、こちらがイサム・ノグチの26、あかりの 26A ですね。丸い形と悩んだんですけれども、この形の方があまり持っている方も少ないですし、結構特徴的で可愛いなと思ってこちらを選びました。この形僕も一番好きなんですよ。可愛いですよね。可愛いですね、これ。そうですね。夜とかにこのランプのみを灯して電球色でつける時間がすごく好きで気に入っています。で、このね、下にダイニングテーブルと椅子があると思うんですけど、こちらについてもちょっとそれぞれお聞きしてもよろしいですか？はい、かしこまりました。このテーブルは楽天で購入したもので、結構安くて1万円弱ぐらいで購入したものになります。大きさとしては80センチぐらいの大きさなので、2名でもちょうどちょっと十分なぐらい大きいかなというようなサイズ感になりまして、ギリギリ3名でも問題なく使えるかなっていったサイズ感になるので、1人で使うと結構贅沢に使えるかなといった感じですね。でこの周りを、椅子3つ今ね三脚囲ってらっしゃるということで、そうですね。はい。じゃあこちらの手前の椅子からお聞きしてもよろしいですか？これは定番だと思うんですけれども、カール・ハンセンの Y チェアになります。ウッドのものと通常のウッドの色味のものと悩んだんですけれども、やっぱり黒にすることで空間が引き締まりますし、そこまで太いラインではないので主張しすぎないかなと思ってこちらのブラックを選びました。こちらが、最近ザラホームで購入したスツールになりまして、外国人のインスタグラマーの方がこちらを使っていてすごく可愛くて購入したんですけれども、異素材のものを取り入れることで部屋に引き締まりが生まれるなと思って購入して、で普段食事とかをしてる時にティッシュとか置く場所がないなとか思ってたので、ティッシュを置いたりとか結構意外と便利に使えるなって、こういうライトとかも食事の時邪魔だったりすることもあるので、そういうのの一時置きとしてもすごい便利に使ってますね。じゃあ、あとは最後そのお隣、こちらですね。こちらの椅子が、D&デパートメントで購入したデンマークのヴィンテージチェアになりまして、足の湾曲の部分がアルテックをちょっと彷彿させるようなデザインなんですけれども、座面のところが可愛かったりとか、あとこの座る部分の湾曲もすごく可愛くて、遠目から見ても可愛いですし、上から見た時もすごく可愛いので、とても気に入っています。普段椅子がね、基本この3脚あると思うんですけど、どの椅子が一番座り心地いいというか、レギュラーで使ってダントツYチェア。ダントツなんですね。そうですね。こっちはヴィンテージなので結構昔のものにはなるので、ギシギシいったりとかしちゃうので、でも Y チェアもペーパーコードではあるので、音は鳴るんですけれども、やっぱり安定感とか座り心地でいうと Y チェアがダントツかなというふうに思いますね。ここのスペースはもう基本お食事をされるスペースって感じなんですか？そうですね。食事をしたり、あとは私はパソコンで作業をするとしてもMacBook とかノートパソコンとかでしか作業はしないので、簡易的な作業もこの丸テーブルでしたりとか、あとは本を読んだりとか、リラックスする時にもこの丸テーブルでしています。わかりました。あとはじゃあこのちょっとテーブル上の
ランプについてもちょっとお尋ねしたいんですけど、はい、これはどちらのブランドのものですか？こちらが、ローゼンダール・コッペンハーゲンというところのランプなんですけれども、表参道にあるスパイラルマーケットさんとかで取り扱いがあるかと思うんですけれども、ケーブルレスで使えるっていうので見た目がいいのと、あとつけた時の色も電球色で落ち着く色なので結構気に入って使っています。これも多分日本でそんなに取り扱いがそうですね、そこまで取り扱ってるのは見ないんですけれども、結構可愛くてですね、そうですね、この部分が黒になってるので、やっぱりなんかどこかに黒入れたいなっていう時に便利なアイテムかなというふうに思いますね。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて、ダイニングの奥のスペース、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、ここはどんなものを置いているスペースになりますか？ここが一応飾り棚みたいにしているスペースになりまして、自分のお気に入りのアイテムとかを、シーズンとか、気分とかによって中を変えたりして楽しんでいるような場所になります。左の方とかは香り物を置いてらっしゃるって感じなんですか？そうですね、この辺りは香り物をこう中心にまとめて真鍮のプレートの上に置いていまして、ディプティックのキャンドルとかジョーマロンのキャンドルとか、後ろも香水とか、これはバウムっていうところのルームフレグランスなんですけれども、こういう香り物をまとめておいてますね。この下の段キャンドルとか、そうですね、これ香りがついてるものなんですか？はい、これがアール・オブ・イーストっていうところのキャンドルになりまして、イギリスのブランドなんですけれども、日本だと新宿にあるパーカーさんっていうインテリア雑貨とかを扱っているショップで購入できるんですけれども、これスモーキーな香りとか面白いいろんな場所での記憶の香りっていうのが多くて気に入っていますね。結構いろんな香り物たくさんなんか集めてらっしゃる気がするんですけど、普段一番この使うもの、香りでシリーズでいうとどれを一番やっぱ使うことが多いんですか？大切すぎて使えないものが多くて、ただこのキャンドルの森林浴っていうのはたまに使ったりするんですけれども、本当に森の中にいるような気持ちになるようなキャンドルでして、リラックスしたい時とかにラウンドテーブルのところに座って使ったりすることが多いですね。あとはじゃあその上の段、ここは陶器の、これはフラワーベースとかになるんですかね？そうですね、これ3つ全部ヴィンテージのフラワーベースなんですけれども、この黄色いものとちょっと白っぽいものですかね、これが、表参道にあるパートオブネイチャーというヴィンテージのフラワーベースとかお花を販売しているようなショップで購入したものでして、一応店舗もあるんですけれどもオンラインショップもあるので、両方見ながら気に入ったものがあったら結構買ったりしていますね。あとは一番下の段とかはアートブックとかが多いと思うんですけど、この辺はなんかどういった基準で集めてらっしゃるんですか？そうですね、今表に出して飾ってるものはやっぱり見た目が可愛いものとか、インテリア系のやつを多く飾っているんですけれども、実用的に結構見る本としてはこのインテリアスタイリストさんの石井かなえさんという方の本なんですけれども、割と中が実用的なインテリアのテクニックとかそういうのが豊富に載っている本なので、結構勉強になるので定期的に読んでいますね。わかりました。あとは、ちょっとこのカーテン、これリネンのカーテンなんですけれども、IKEA で購入したものになりまして、なんかセールで結構本当に5,6千円ぐらいで安かったものにはなるんですけれども、上もちゃんとしたフックではなくてクリップで留めてあるだけで、この長さとかもくるくるっと上をやっているだけなので、どんなお部屋につけたとしても元の長さがすごく長いので、短くしたりも長くしたりもできるっていうようなすごい万能なリネンカーテンになります。これはもともとカーテンとして売られてるものなんですか？そうですね、一応カーテンとしては売られてるんですけれども、通常の人はなかなか長すぎて買わないよなっていうような長さで売られていまして、それを自分で工夫して長さを調整して、多分元はカーテンのフックをつける部分があったんですけれども、それはもう長すぎて使えないのでくるくるっとしてクリップで留めているような状態になります。いいアイデアですね。ありがとうございます。あとはじゃあ今度こっち側ちょっと移動していただきたいなと思うんですけど、結構このご自宅植物もやっぱたくさんあると思うんですけど、そうですね、結構お好きで集めてらっしゃるんですか？一応自然とつながるインテリアっていうのをコンセプトにしていることもあって、外から見える植物もあるんですけれども、部屋の中の植物もいろいろ
買い足していまして、はい、まあこの辺はすごい大きなやっぱお部屋の中で多分一番大きい植物とかもあると思うんですけど、このまあお部屋の中でも全然構わないんですけど、一番こうお気に入りの植物というかなんかあったりするんですか？お気に入りは結構大きめのものは全部思い入れがあるものでお気に入りにはなるんですけれども、一応これがクッカバラっていうものになりまして、こう結構広がりがあるのでボリューム感が出るといいますか、お部屋でちょっと寂しいなって思ったところに置くと結構決まるような感じの植物かなと思いますね。これはフィカスのベンガレンシスというもので、結構大きさがあるのでシンボルツリーのような役割をしてくれていますね。こっちの方だとこう名前がちょっと長くて忘れちゃったんですけれども、ベルベットみたいな質感っていうのも気に入ってたりとか、あとはこう垂れ下がるような感じのデザインなので、この飾り棚にちょうど垂れるように配置して楽しんでいます。あとはそちらのものは定番のどこのお宅にも結構あると思うんですけれども、モンステラですね。こちらも形がすごく可愛くてお気に入りです。なんか植物は普段どういう基準でこう買うというか、育てやすさとかなんかデザインとかなんかあります？そうですね、育てやすさと自分の部屋に合うかどうかっていうので結構選んでいまして、エバーフレッシュとかもすごい好きなんですけれども、ちょっと水切れとかすると葉っぱが結構ポロポロ落ちてきてしまったりとかして、お手入れが大変だったりっていうのがあったので、今は割と頑丈で葉っぱが大きめのもの、管理がしやすいものっていうのを割と基準に選んでいたりはしますね。なんか普段行きつけの植物屋さんとかそういったお店はあったりしますか？そうですね、前は二子玉川にプロトリーフさんという大きめの植物を販売しているお店がありまして、そちらとか行ったりしてたんですけれども、今は移転中で今ちょうどやってない期間なんですけれども、そちらが気に入ってたりとか、あとはソルソファームさんとかにも行ったりすることが多いですね。これベース鉢か、鉢とかはあれ植物に合わせてそれぞれ選んでらっしゃるんですか？そうですね、植物に合ったものを選ぶようにしていまして、ポコポコしてるミシュランマンみたいなビジュアルのものとかですと、これはアクタスさんで購入したものになりますね。こう結構ポコポコしてるのでお部屋にこうニュアンスが生まれるというか、面白い印象になるので気に入っていますね。じゃあ結構鉢の方は割といろんなお店を探して買ってらっしゃるみたいな感じなんですか？そうですね、こっちのモンステラとかですと今鉢はカゴを使っているんですけれども、このカゴもともとは混乱ショップで購入したんですけれども、ゴミ箱として使う予定で購入したんですけれども、こう上のところが空いているゴミ箱っていうのがあまり好きではなくて、実際には使ってなかったのでちょうどモンステラに合う形だったので、今はこれを鉢として使っています。わかりました。あとはじゃあまたちょっとこっち側の話聞きたいなと思うんですけど、ここもまたポスター、これもすごい額装の仕方が綺麗ですね。ありがとうございます。これはどこで購入したポスターなんですか？これはムーベというブランドのアートフレームになりまして、黒のこれはアイアンですかね、素材がすごい素敵で、そこに余白を持たせて少し小さめのアートポスターを飾っているような形になります。中のアートポスターは北欧のアーティストの方のもので、これはスパイラルマーケットで購入したものですね。でその下か、このサーキュレーター、すごいちっちゃなサーキュレーターありますけど、これはどちらで購入した？これがボルネードというブランドのものになりまして、これは楽天とかで購入したんですけれども、サーキュレーターを選ぶときに見た目がインテリアに馴染むものがいいなというような気持ちがあったので、これだったらすごく見た目も可愛いのでこちらを選びました。その下とかは、こうなんか生活感のあるものとかをこう収納したりするみたいなスペース？そうですね、結構雑誌とかビジネス書とかも読んだりするので、それを飾り棚に出しておくとちょっと見た目が崩れてしまうっていうのがあるので、このカゴの中に全て収納するようにしています。このカゴはどちらで？これがザラホームで購入したもので、シーグラスのバスケットになりますね。両方多分1つあたり1万円弱ぐらいで購入できるかなと思います。わかりました。ありがとうございます。続いてベッド周り紹介をしていただきたいなと思います。ベッド周りは何かこだわってるポイントというか何かあったりしますか？ベッド周りが寝る時とかにリラックスできるような色合いにするように心がけてまして、ちょっとくすんだ色のオレンジの
ブランケットみたいな、はい、ものをちょっと置いてたりとか、あとは、枕カバー、これはテクラのものなんですけれども、これもちょっとモスグリーンみたいなちょっとくすんだグリーンの色味で落ち着いた色味なので気に入っています。はい、この辺は頭の上とかも、はい、手ぬぐいはいはいはい、とかも飾ってらっしゃいますけど、そうですね、本来であればここはアートを飾る予定だったんですけれども、あと地震があった時とかに落ちてきたら怖いなっていうのがあったので、マティス展っていうのに行った時に購入した手ぬぐいを今はここに飾っている感じですね。はい、あとはこのベッドサイドも、はい、このスツール、はい、これすごい可愛いデザインですね。ありがとうございます。これが数年前にザラホームで購入したものになりまして、こう3本足のアンバランスの感じだったりとか、あとは色味がすごく素敵で気に入っているものですね。はい、その上とかもこの照明と、はい、ルームスプレーディフがこれは普通の香水なんですけれども、これがノンフィクションっていうブランドのフォーレストっていう香りなんですけれども、ヒノキとかユーズとかが混ざったようなちょっとおしゃれな感じの香りなんですけれども、おしゃれだけどリラックスできるみたいな香りになりまして、結構家にいる時でも気分を変えたい時とかに使えるようにここに置いています。こちらの方はザラホームで購入したランプですね。こちらもコードレスなので3段階に調整できるので、寝る時とかに使いやすくて気に入っているものになります。はい、わかりました。あとはじゃあちょっと今度奥の方またお話を聞きたいなと思うんですけど、ここのスペースはこうどういったスペースになるんですか？そうですね、この鏡とかハンガーラックの前がちょうどウォークインクローゼットになっているので、ウォークインクローゼットから洋服を出した時にすぐ服を確認したりとかできるように鏡を設置しているっていうのと、あとはいつも使うようなバッグをここに使いやすいように展示しながらかけているような状態になります。ここの位置関係めっちゃいいですね。そうですね。身支度のもうすぐに時短で何でもできるように一応配置はしています。はい。ここまずじゃあこのハンガーラック、はい、すごいミニマルなデザインですけど。そうですね。これがライフファニチャーさんのもので1万円ちょっとぐらいで買えると思うんですけれども、アイアンがすごく細い線になっていまして、なのであまり空間に対して主張しすぎないっていうのと、あとはちょっとお店みたいに展示ができるような素敵なデザインだったのでこちらを選びました。はい、でそのお隣のこのミラー、鏡もすごい大きな、そうですね、これが確かAmazon で購入したんですけれども、楽天とかでも買えると思うんですが、上がラウンドになっている丸っぽい形になっているっていうのと、あとはこれも縁が黒なので空間を引き締めてくれるっていうのがすごい素敵だなと思ってこちらを選びました。あとはじゃあその奥のお話も聞きたいんですけど、この奥は、ここはどんなスペースになるんですか？奥が隣のお部屋がキッチンがあるので、ここは簡易的なキッチンの補助的な台みたいなスペースとして使っていますね。このじゃあテーブルからちょっとお尋ねしたいんですけど、これもヴィンテージとかのものなんですか？これがクリーマっていう作家さんとか工房さんとかが出品しているようなサイトというか、アプリで購入したものになりまして、これは工房の方にオーダーして作ってもらった無垢の素材のデスクになります。これなかなかじゃあ手放せないですね。そうですね。しかも値段的にもかなりお安くて、多分私が買った当時は6、7千円ぐらいで購入できて、すごく木の質感とかも素晴らしいので気に入っていますね。はい、ありがとうございます。その上とかにもこのスピーカーとかも置いてあったりすると思うんですけど、そうですね。これがマーシャルのすごく小さなスピーカーでして、いくらぐらいかな、2万円ぐらいだと思うんですけれども、このぐらいの大きさだと旅行にも持っていきやすかったりとか、持ち運びしやすいので、お部屋のいろんな場所にも置けますし、取り急ぎ大きいものを買う前の、段階としてはこれがちょうどいいかなと思って購入したものですね。音質やっぱりいいですよね。そうですね。全然十分この部屋10から11畳ぐらいなんですけれども、それぐらいのお部屋だとちょうど音も行き渡っていい感じですね。あとはティッシュケース、
これもなんかすごい独特なデザインですけど。そうですね。これが、楽天でアート・オブ・ブラックさんというブランドさんのもので購入したんですけれども、多分2、3000円ぐらいで買えると思うんですが、最初これ編まれてない状態でこう発送されてきまして、で編む方法みたいなのがちゃんとついてきたので、それで自分で編んでこのような形にしてるんですけれども、すごくデザインが素敵で気に入っています。はい。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでともみさんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ最後にじゃあともみさんの方から何かお知らせしたいものだったり告知したいものがあればしていただければなと思います。はい。今インスタグラムの方でインテリアの発信をしていまして、あとストーリーズとかでもおすすめのインテリアショップとかを紹介していたりしますので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。はい。はい、というわけでじゃあ気になる方はともみさんのインスタグラムチェックしていただければなと思います。はい。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストはともみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。